叱れないリーダーはダメですよね。目的のない叱責って害でしかないんじゃないですか。叱るの結果は気づきと改善ですよ。これが指導につながってスキル向上なんですよね。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験から培った組織づくり、育成術などをお話ししています。興味のある方だけ、見ていただけると嬉しいです。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。お願いします。本日のテーマがですね、なぜ部下を叱れないリーダーは組織を壊すのかというテーマ、興味深い内容になっているんですけど、これどういったことでしょうか。今回の正しい怒り方なんですかとか、パワハラちょっと怖いんですけどと、はい、みたいなことの質問がありまして、はい、そもそも怒るとか叱るとかですね、パワハラとか、指導とか、この辺についてちょっとお話しできればいいと思うんですけど、結論、部下を叱れないリーダーはダメですよね。ダメ。はい。叱り方がちょっと僕よくわからなくてですね。はい。なんでその辺話していきますか。はい、お願いします。はい。まずはですね、やっぱり怒る、怒りとかですね、叱責とか指導とかパワハラとか、はい、違いを理解するっていうのは大事なのかなと思うんですけど、はい、なんで叱るんですかっていう話なんですけど、はい、それを考えなきゃいけないってことですよね。目的のない叱責って害でしかないじゃないですか。確かに。そもそもリーダーの役割って人を動かすことみたいなね、成長を支援すること、そうやって成果を出していくことですよね。だから成果を成長させ、最大限の成果を出すことというのが仕事だとしたら、人を動かすこと、成長させること、支援すること、みたいなのが仕事ですよ。役割ですよね。で、感情でぶつかる人って結構多いなと思っていて、感情でぶつかるってことは結論自己満足ですよね。だからそれがただ怒るみたいな話なんですよ。はあ、なるほど。言い方を言うと八つ当たりみたいな。だから怒る時もしっかりと目的を持って伝える。これが叱るであり指導であるみたいな話なんですね。大体みんな怒る人って例えば思ったようにいかないから、なんでこんなのやるんだよみたいなね。それは全く意味のないことですよね。はい。なんだろうな、萎縮しちゃうし、とにかく役割は相手に僕はいつも言うんですけど、理解をしてもらって、次に向けて改善、とにかくそうやって動かすことだし、成長させることを目的なんで、そう考えたときに怒ることが最適解だったら怒りますと、叱りますと。でも怒ったところで目的が達成しにくいなとか意味ないなと思ったら怒る理由がないですよね。にもかかわらず感情で怒るっていうのは自己満なんですよ。なるほど。自分の顔を出してるから相手のこと考えてないよねとか目的考えてないねって話だね。って考えたら大半が僕の周りは感情で怒ってる気がしますね。それはね、リーダーとして使えないですよ。ダメですよ。なるほど。いつも言いますけど、何かに例えたときに僕は結構親子を想像するんですよね。例えば、すごい威圧的に怒る親っていて、その子供ってどうなるかっていうと、意味がマジでなくなるんですよ。意味がなくなる。怒る意味がなくなる。だから感情的に怒る親って結構いて、何やってんだみたいな。強く怒ることが子供が次に同じこの失敗を繰り返さないようにするとか、ちゃんとそれを理解してくれるっていう目的を持って強く怒ることがその目的に近づく、だったら強く怒るべきですよ。でも毎回そうやって怒る親がいるんですよ。そうすると子供どうなるかっていうと、怒ったっていうことを理解した瞬間に子供のスイッチ入れて、とりあえずこれは黙ってごめんなさいだけ言って下を向いて申し訳なさそうに時間をやり過ごそうってなるんですよ。なるほど。すごい感情的に怒る親の子供って怒られてる時にずっと黙ってなんか言ったらごめんなさい、ごめんなさいって言うようなんですよ。でも実際は右から左聞いてるんですよ。子供としては感情的に怒るのをもう慣れてしまうと、子供をやり過ごすことを目的になるわけですよ。なるほど。内容聞いてるんですよ。だから全く意味ないんですよね。何のために感情的に怒ってるんですかって親が発散したいってなるんで自己満ですよね。怒る意味は全くないですよ。むしろ自分のパワーを使うだけだから
むしろロストの方が大きいですよ、怒る、叱る、指導、パワハラみたいな話でいくと、それぞれ違いますよねと。だから目的としては、怒ることの目的は、もう僕からしたら感情の発散なんですよ。叱るっていうのは、成長促進とかですね、目的ですよ。だから成長促進が目的になっているものが起こってるとかっていうのが叱るって呼ぶみたいな話ですね。指導っていうのも近いですけど、能力向上とか、パワハラっていうのはもう、なんだろうな、支配、威圧みたいな。確かにそうですね。だからまあ、怒る、パワハラ、叱る、指導みたいな感じになるんですけど、で、手段としては怒るのが一方的じゃないですか。でも叱るって僕の分類だと、若干対話チックになったり、ちゃんと注意みたいな手段なんですね。指導になると教育的アプローチになるんですよ。なるほど。怒るが手段一方的だと、それがエスカレートするとパワハラで暴言強制になるんですね。わかりやすいですね。先ほども言ったように怒るっていうのは内容で言うと感情的だったり、曖昧なんですよね。それがパワハラになる境目に近いけど、人格否定とか、怒るがパワハラになるんですよ。でも叱るっていうのは内容を僕いつも言ってるんですけど、罪を憎んで人を憎まずってことあるじゃないですか。まさにこれであると。何か失敗があった時に、問題が起こった時に、その人が悪いのかっていう話ですね。でもその人に関しては、憎むのやめようと。ことが悪いんじゃんと。だからその罪を憎むっていうと大げさだけど、罪にフォーカスするわけだから、人をフォーカスして怒るんじゃなくて、やってしまったことにフォーカスするんですね。あなたの人格否定してるわけじゃないし、あなた自体を否定してるわけじゃないと。ただこのあなたがやってしまったこの行動に関してやっぱり良くないところがあったから注意するし、ここを今後こうやって変えていこうよと、こうやって指導になるんですね。人をやらないとやっぱダメなんですよね。こうやって結構萎縮なんですよ。萎縮しちゃう。でパワハラってその度を超えるとパワハラになって、もう不信退職みたいな感じです。叱るから指導っていうのは、叱るの結果は気づきと改善ですよ。これが指導につながってスキル向上になるんですね。だからまあ怒るをどう超えるとパワハラになって、叱るの先に指導があると。必ず怒るんじゃなくて叱るっていうふうに考えて、それぞれの目的、手段、内容、結果っていうのをちゃんと認識すると。怒っちゃダメだよ、叱るんだと。これは目的は成長促進だと。罪を憎んで人を憎まずだから、ちゃんとことにフォーカスしよう。そして次に同じことを失敗しないために気づきと改善、気づきを与えて、もしくは気づいてもらって改善に最後持っていかないといけないんだと。こんな感じでやっぱ考えてやるってことですね。だからまあよくある感情的に怒っちゃう人はアンガーマネジメントって言いますけど、怒る時もそもそも叱るにして、例えば強く言う時も、要はそれは目的があって強く言うわけだからって論理的に頭の中で考えられないといけないんですよ。これちょっと参考にしてる本、僕がここ読んだ本で、好きな本ですね、一つで、結果を出すリーダーはみんな非常であるっていう本があるんですよね。で、タイトルで聞くとってなるんですけど、愛のある厳しさを持つっていうことが大事ですね。愛のある厳しさ。だからこう、仕事でこう業務マネジメントとか、仕事をうまくいかせる上では、やっぱトライに行かなきゃいけないこといっぱいあって、そうすると非常なリーダーとか思われたりするんですけど、でもやっぱ必ずその結果を出す人で、ちゃんとこう、いいリーダーは愛のある厳しさを持ってます。だから、これも一つ僕の中で考えてることは、人に優しく、仕事に厳しく。仕事に厳しく、人に優しくですよね。それだと、本気で相手を思うからこそ、甘やかすっていう行為、やらないですよ。だからどうでもいい人にはもうどうでもいいから、注意もしないし、厳しさも持たないし、でももったいないじゃないですか、時間が。だから気をつけなきゃいけないのは、本気で相手を思うからこそ甘やかさないんだから、甘やかすってことは、これも自己満なんですよ。なるほど。要は相手をここで厳しく相手に言ったときに、相手がいやなんか厳しい女子嫌だっていうことを恐れて言わない人なんですよ。それって結局一番大事なことを見れてないんですよ。だってリーダー管理職として部下の成長っていう概念があるから、だとしたら部下の成長を第一に考えてここを厳しく言わなきゃいけない。だって悪いことは悪いってちゃんと分からもらわなきゃいけないから、みたいな感じでちゃんと言わなきゃいけないんですよ。
なる相手のことを本当に思ってたら厳しさも出るんですよ。だけどそう思われたくないっていうことで厳しさを持てなくて甘やかすってことは自分がどう思われてるかが大事なわけじゃないですか。はい。だからそういう意味では別に愛はないんですよ。だから結局嫌われたくないリーダーは結果的に信頼されないんですよ。だから嫌われろってことってわけじゃないですよ。嫌われるといろいろ今度別の問題が出てくるので、嫌われてはいけないんですけど嫌われたくないと思ってはいけないですよ。そこが第一にしちゃいけない。だから非常なリーダーっていうその非常っていう感じで言うと、要は感情に流されずに使命感とかで動く覚悟っていう感じですかね。根本的な人間関係とか、あとはチームスポーツの世界とかで共通して言えることですね。だから親とこの例を出したように、正直親子関係も、仕事の上司部下もなんならスポーツの監督プレーヤーもチームも一緒です。原理原則。具体的にその叱るとき、怒るんじゃなくて叱ろうというときに気をつけるポイントとしては、一つ目、感情を込めずに行動だけを指摘する。二つ目は、タイミングはすぐです。すぐ言わない人も多いんですよ。やっぱりすぐです。すぐなんだ。一番いけないのはすぐ言わずに後からネチネチ。これやっぱあんま良くないですよね。本当に相手のことを思って相手を触ってよとかそう言ってないと思ったら、すぐです。これも会社でもよく例えるんですけど、起こした瞬間のすぐが本人も悪いことは悪いと思ってるし、やっぱ話も聞くし効果があるんですよ。時間が経てば経つほど効果がなくなってくるんですよ。仮にうちだと車両の事故を起こしてしまったという時に、事故を起こしたその日にすぐちゃんと話さないといけないです。じゃないと忘れるし、最初の事故を起こした時は悪いなと思う、すごいことしちゃったなと思って反省してるし、ちゃんと叱っていればすぐ良くなって、次じゃあ気をつけるところだねって終わるわけですよ。効果も出るし、時間軸も結局一番コスパタイパいいわけですよね。ポイント3つ目は、相手が納得する理由と背景を説明しなきゃいけないんですね。ちょっと時間かかりますけど、それはかけないといけない。ただ、お前何やってんだダメだっていうのは論外ですよね。お前何やってんだダメだと言ったとしても、その理由はこれがダメです。こういうことが良くないです。なぜならばとか、ちゃんと説明しないといけないですね。ポイント4つ目は、人格否定は絶対しちゃいけない。そうじゃなくて再発防止。だから何がダメだったのかっていう追求も大事なんですけど、何がダメだったのかを追求する理由は、次に同じようなことを起こさないために何を変えたらいいかを考えるために今追求してるんです。聞いてるんです。最終着地はとにかく再発防止なんですよと。こうやって自分も考えるし、時には言うしってことですね。5つ目、叱った後こそ信頼を取り戻すためにフォローしなさい。自分でフォローしてもいいし、別に他人にお願いしてもいいですけど、叱った後に必ずなぜ叱ったか、あなたに期待してるからこそ、成長してほしいからこそ、ここは厳しく言ったんだとか、そういうのは若干必要ですよね。この5個のポイントは、意識してやったんですよね。ただ、フォローをちょっと間違えるとね、お仕事になったりするんで、この辺をやりながら学習していくしかないですよね。怒るとかパワハラみたいにならないようにそれを防ぎながらですね、指導できるリーダーになるにはってことで、叱る勇気と信頼を残す技術みたいな、こういうことが両立して初めて指導になりますから、それを理解して実践する。指導の根拠、会社の理念とか方針とか、規則規定ルールとか、成果にどう影響するかとか、こういうのはやっぱ明確にしないといけないですね。なぜこれを叱るのか、なぜこういう指導をするのか、会社の理念とかその規則規定ルールとか、どう成果に影響を与えるかをちゃんと根拠として持っておかないと、あの人気分で怒ってるよねって言われちゃうかもしれない。それを持っといていいのが最後大事なんですけど、一貫性のある言動が公平と納得をやっぱ生んでいくんで、常にやっぱりその会社の理念とか規則規定ルールとか成果への影響みたいなのをちゃんと喋っていると、それってコロコロ変わるもんじゃないですか。細かいことはコロコロ変わるかもしれないけど、常にここを基準にして話してますよとか、こういう目線で見てますよっていうのは、最終的にこれ一貫性があるということによってやっぱ公平と納得、気分で怒ってるわけじゃないんだなとか、私にだけ強く言ってるわけじゃないんだなとか、でも私にだけ強く言っててもそれは私に対して
ね、何か期待とか思いがあるからやってくれてんだな、愛があるんだなとかっていうふうに、ことを最後は生むだけなんですよ。ちょっと最後まとめますけど、恐れずに正しく叱ること、これはやっぱ信頼に最終的につながりますと、部下の相手の未来を思うからこそ自分がどう思われようが二の次だから時に厳しさが必要なんですと、叱る指導、そして怒るパワハラみたいなところの線引き、大体やっぱその目的と手段にありますよね。リーダーには愛のある非常さと、技術としての叱る力、機動力、みたいなものがやっぱ求められているということをしっかり認識して変えていきましょうと。なるほど。ありがとうございます。今日は以上になります。最後に見ちゃった方、少しでも気づき、学びがあった方がいたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。